東京はもともと江戸という小さな村でした。その小さな江戸の村がどのように現在の大きな東京の都市になったのか一緒に見ていきましょう。東京は日本の首都です。人口は約1400万人です。今も人口が増え続けています。東京は日本の経済の中心都市です。高層ビルや歴史ある寺院など近代的なものと伝統的なものがあります。東京には古いものと新しいものがあります。原宿のポップカルチャーや秋葉原の家電やアニメ文化があります。一方で、皇居や明治神宮など歴史的な建物や自然も多いです。たくさんの旅行客が訪れる日本の有名な都市です。このような大きな東京ですが、もともとは江戸と呼ばれる小さな村でした。小さな漁村でした。人々は釣りをして生活をしていました。湿地に草や木がたくさん生えていました。江戸城と呼ばれるお城がありましたが、あまり手入れされていませんでした。お城とは言えないくらいボロボロでした。江戸の村は現在の東京からは想像もできないくらいの小さな田舎でした。1590年、この時代、日本の首都は京都にありました。当時、日本で一番権力を持っていたのは豊臣秀吉という武将でした。武将とは武士団の中で一番権力を持っている人のことです。武士団とは侍のように武力で土地を支配する人が集まったグループのことです。豊臣秀吉は京都や大阪など関西に大きなお城を持っていました。秀吉は日本での権力を拡大するために徳川家康という武将に声をかけました。秀吉は徳川家康に関東の土地を与えると言いました。関東にお城を建てて関東を開発するように命令しました。これはご褒美ではありませんでした。秀吉は関東の土地を与える代わりに家康が持っている土地を没収すると言いました。秀吉は家康の権力や財力が強くなってきたことを恐れていました。家康を関東に行かせることで西日本での家康の権力を弱くする目的でした。当時、関東にはすでに発展していた鎌倉や小田原という都市もありました。しかし、徳川家康は関東の本拠地として江戸を選びました。大きな町ではなく、小さな貧しい漁村の江戸を選びました。これには家康の周りの人も驚いたことでしょう。しかし、家康のこの決断が東京への第一歩だったのです。なぜ徳川家康は江戸を選んだのでしょうか。それは江戸は大きな町になると家康は分かっていたからです。
家康は江戸の場所に注目しました。江戸は関東平野の真ん中に位置しています。海にも面していて、たくさんの川が流れています。川があるということは、物を運ぶのにとても便利な場所だったのです。物を運びやすいということは、物が集まりやすい場所です。物が集まると、経済が豊かになります。江戸の村があった場所は、大都市を作るのに最適だと、家康は考えました。江戸に入った家康は、まず、運河の工事から始めました。江戸城を建て直すためにも、町を発展させるためにも、まずは交通路の整備を始めました。大量の木材や石などを運ぶためには、水路が必要です。もともと、江戸にはたくさんの川がありました。川は、重いものを運ぶのに便利です。しかし、川が多いと洪水が起こりやすいです。家康は洪水被害が起きないよう工事を進めました。また、生きるために必要な飲み水を確保するためにダムのような場所も作りました。きれいな湧き水を自然に貯められるように工事をしました。たくさんの人が住めるように江戸を作り変えました。日本各地や海につながる川を整備することで人も物も江戸に集まりやすくなりました。川の整備が進むにつれて江戸のお城の工事も進みました。1603年、徳川家康は天皇から征夷大将軍という名誉を受けました。その名誉を受けて幕府を開く権限を得ます。幕府を開くとは政権を担うことを言います。家康は江戸に幕府を開きました。この頃、日本の首都は京都にありましたが、江戸を政治の中心地としました。1607年、江戸に立派なお城が完成しました。江戸城です。江戸城では最大で6000人ほどが働いていたと言われています。とても大きなお城だったことがわかります。その後、江戸幕府は1868年まで続きました。約260年間も江戸幕府は続いたことになります。江戸幕府の時代のことを江戸時代と言います。江戸時代は日本の歴史上で最も平和が長く続いた時代とも言われています。深夜に若い女性が一人で歩いていても安全だったそうです。平和が長く続いたのは偶然ではありません。徳川家康は平和な時代にするために様々な法律を作りました。江戸幕府より前の時代は戦国時代と呼ばれています。日本各地で土地を支配して権力を得るために争いが起きていました。戦いに勝つことで権力を得られる時代でした。家康は戦いに勝てば誰でも権力を得られるから戦いが終わらないと考えました。
そこで、家康は身分制度を作りました。これまでのような実力で権力を得る時代を終わらせるためです。これからは人々は決められた身分でしか生きることができません。人々は武士、農民、職人、商人の4つの身分に分けられました。武士が一番高い身分です。農民、職人、商人には身分の差はなかったと言われています。武士の家に生まれたら、子供は武士になります。商人の家に生まれたら、子供も商人になります。生まれた家によって、職業が決まります。生まれた家によって、身分が決まることを示すために、家康は息子の秀忠を将軍にしました。江戸幕府では、徳川家で生まれた人しか将軍になることができません。また、身分によって服装や髪型も決められていました。江戸時代の男性は全員ちょんまげでしたが、身分によってちょんまげの形が異なります。江戸時代の武士の生活を見てみましょう。江戸時代の武士は、現在の会社員のような仕事をします。朝、お城に出勤して働きます。午後は、仕事のほかに、剣術や弓、馬術の練習をしたり勉強をします。平和な時代なので、刀を抜いて戦うことはめったにありません。警備や治安維持のために体を鍛えます。武士は1日働いて2日休みます。次に農民の1日を見てみましょう。4つの身分制度のうち、農民が約 80% を占めていました。農民は農業をします。朝早く起きて、午前中から日が暮れる夕方6時頃まで働きます。休日は年間50日ほどだったそうです。農民は米を作らなければなりません。作った米のうち 40% を税金として納めるためです。しかし、米以外も作ることができます。米以外の作物には税金がかからないので、野菜や花なども作っていました。それらを売ってお金を貯めている人たちもいました。より多くのお金を貯められるように、おいしい野菜を作ったり、効率的に作業できるように工夫をしていました。次は職人の生活を見てみましょう。職人は家を建てたり、工事をしたり、物を作ったりする仕事をします。職人も朝早くから働き始めて、夕方5時頃に仕事を終えます。職人の技は親から子へ受け継がれます。江戸時代の間に職人の技も磨かれていきました。建築技術や包丁などの道具の質がどんどん上がっていきました。最後に商人の一日を見てみましょう。商人は商売をします。料理や食材を売ったり、着物や絵などを売ります。江戸が栄えるにつれて、商人は
どんどん裕福になっていきました。日本全国を回って商品を仕入れたり、売ったりしていました。どの身分の人たちも同じ仕事を200年以上もの間続けていました。より良いものを作れるように工夫して進化させてきました。現代の日本人が職人気質と呼ばれるのはこういったルーツがあるのかもしれません。江戸の町が発展するにつれて江戸以外の町も発展していきました。日本全国から江戸に向かう道が整備されました。これも江戸幕府の政策によるものでした。江戸幕府は日本各地の武士を一年交代で江戸に住まわせていました。これを参勤交代と言います。なぜ武士は1年間交代で江戸に住んでいたかというと、これも身分制度に関わります。江戸時代、一番権力を持っていたのは、江戸城に住んでいる徳川家でした。日本各地の武士を1年間江戸城で働かせることで、徳川家に仕えていることを実感させるためでもありました。毎年200から4000名もの武士が日本各地から江戸に向かいます。馬に乗って移動します。江戸に行きやすいように道が整備されていきました。また何日もかけて江戸に向かうので、江戸に向かう途中にある町も発展していきました。江戸に向かう途中にある町を宿場町と言います。宿場町はホテルやレストランなどで発展していきました。日本各地でお土産や名産品が作られました。商人たちは商売をするために日本各地を訪れたりしました。そうして江戸の町の発展とともに日本全国が発展していきました。今も江戸時代に栄えていた町並みを見れる場所が日本全国にあります。例えば福島県の大内宿。大内宿には30軒以上のかやぶき屋根の民家が立ち並んでいます。江戸時代の面影を残す町並みを楽しむことができます。毎年2月に幻想的な雪まつりが行われます。冬の花火を見ることができ、とても素敵です。長野県にある妻籠宿も江戸時代の町並みを残しています。海外からの観光客も多く訪れます。江戸時代にタイムスリップした気分になれます。江戸時代の江戸の町の様子を知るには、銀魂というアニメがおすすめです。銀魂は江戸時代が終わらなかった未来を描いています。日本各地の町が発展するにつれて、江戸はますます賑やかになっていきました。カラフルな着物や歌舞伎、花火、寿司や天ぷらなど、今の日本らしい文化は、この時代に形作られました。江戸時代以前にも着物や寿司はありましたが、着物はもっと質素なもので、寿司は形が違いました。江戸時代の着物と寿司は、今の日本にある着物や寿司に非常に似ています。また、江戸時代の人々は
楽しむことが大好きでした。仕事が終わると、みんな街に遊びに出かけました。歌舞伎などの舞台を見たり、お酒を飲んで騒いだり、掛け事をして遊んでいました。江戸時代の女性は、おしゃれを楽しんでいました。着物の帯や髪飾りでおしゃれを楽しみました。江戸時代の文化は西洋の文化を取り入れず、日本独自の文化を育みました。江戸時代の間、日本は鎖国といって外国との交流を禁じていました。一部の国を除き、外国との行き来や貿易は一切できませんでした。国交があったのはオランダ、中国、朝鮮、現在の沖縄と北海道だけです。200年以上も日本は他の国と交流をしていませんでした。そのため、外国からの文化がほとんど入ってこず、日本独自の文化が出来上がりました。海外からの文化、経済、宗教は禁止していましたが、学問だけは外国のものを学ぶことができました。江戸時代の人たちは、大人も子供も学ぶことが大好きでした。学校や塾ができて、子供から大人までが勉強を楽しんでいました。オランダを通じて、ヨーロッパの学問を学んだり、医学も学びました。中国語に翻訳された漢字だけで書かれた本を中国から輸入し、人々は読んでいました。中国語は話せませんが、漢文が読める日本人は多かったです。学者だけでなく、一般庶民も学問を楽しみました。こうして文化、教育、経済が日本全国で発展していきました。江戸の人口は最大で約100万人にもなりました。当時、世界一人口が多い町だったそうです。小さな貧しい漁村だった江戸の村は、文化と教育と経済の町になりました。1850年頃になると、商人や農民の中でもお金持ちが増えました。商人が経済の中心になったため、幕府の力は次第に弱まってきていました。そんな時、アメリカから黒い大きな船が日本にやってきます。黒船と呼ばれていました。当時の日本には蒸気船はありませんでした。本では見たことがありましたが、実際に目で見ると黒くて大きくて巨大なクジラに見えたそうです。当時の日本はアメリカとは国交がありません。アメリカは日本に鎖国をやめて世界と貿易をするよう言いました。幕府の中では鎖国をやめて開国するべきかどうか意見が分かれました。海外の学問や文化をもっと学び、貿易をしてより豊かな日本を作りたいと願う人々がいました。一方で、外国と交流することで200年以上も維持してきた平和や日本の文化が失われるのを恐れている人もいました。それぞれが日本のためを思い、
それぞれの正義を持っていました。1854年、幕府は決断をしました。日本は鎖国をやめて開国することになりました。アメリカをはじめ、ヨーロッパなど様々な国と国交を結びました。外国の文化が次々と日本に入ってきました。しかし、幕府の決定をよく思わない武士たちがいました。彼らは幕府を倒すことを計画します。意見は違えど、日本を良い国にしたいと願う若者同士が戦いました。200年以上も平和だった日本で、またたくさんの血が流れます。1867年から1年4ヶ月もの争いの結果、ついに江戸幕府は倒されました。約260年続いた江戸幕府は終わりを迎えます。この争いのことを明治維新と呼びます。明治維新は侍が最後に活躍した時代です。明治維新の後は明治時代と呼ばれています。明治時代以降、刀を刺して歩くことを禁止されたので、侍はいなくなりました。この時代の様子を見るには、るろうに剣心というアニメがおすすめです。明治維新で戦った侍が、新しい時代に生きていく姿を見ることができます。1868年、江戸の町は、ついに東京に名前が変わりました。西の京、京都に対し、江戸を東の京、東京としました。そして1869年に東京は日本の首都になりました。京都は1100年間も日本の首都でしたが、この時点で文化、教育、経済の中心は東京と認められました。古い伝統の都、京都から世界との交流をもって新しく生まれ変わった経済と文化の街、東京となりました。明治時代以降、外国の文化が自由に入ってきて、一気に東京は近代化されました。以後、世界大戦や震災などを乗り越え、今日の東京があります。現在の東京の街は、近代的なビルと伝統的な寺院や建物などが混ざり合っています。東京に古いものと新しいものがあるのは、このような歴史があったからです。東京を訪れた時に、江戸時代を今も感じられる場所がたくさんあります。新宿や渋谷は江戸時代に武士が住んでいた地域です。浅草は江戸時代の遊び場でした。葛飾柴又の帝釈天参道商店街は江戸時代に商人がお店を出していた地域です。江戸城の跡地は現在の皇居として使われています。江戸城の大部分は1863年に起きた大きな火災によって失われてしまいました。また、東京には川がたくさん流れています。これらの川は家康が整備したものです。そして、上野公園内にある上野東照宮も
ぜひ訪れてみてください。上野東照宮には、江戸幕府を開いた徳川家康を拝むために建てられました。とても豪華な神社です。徳川家康は、栃木県にある日光東照宮に祀られています。江戸時代に、栃木まで行けない人たちが、上野の東照宮でお参りをしていました。徳川家康が江戸を選んでいなければ、今の東京はなかったでしょう。その他にも、江戸時代に建てられた神社やお寺がたくさんあります。大江戸今昔めぐりというスマホアプリがあります。これは、現在の東京の地図と江戸時代の地図を重ね合わせて使えるアプリです。東京の街を歩くときに、ぜひ使ってみてください。今回は、東京がどのようにできたのかを紹介しました。次に東京を訪れたときに、このお話を思い出してみてくださいね。次回の動画もお楽しみに。そして、もしまだチャンネル登録をしていない場合は、ぜひチャンネル登録をお願いします。